はい、皆さんごきげんよう。今日は、2回目ですね。1回目は簡単なイントロダクションで終わりました。で、今日から本格的な話をしようと思ってますが、1年間お話をする全体の、予定を先に言っておきましょうか。実はこの授業は簡単な概論じゃなくて、もともとは阿弥陀ルマと呼ばれる仏教の非常に緻密で細かくて膨大な、哲学を皆さんにご紹介する授業だったんです。しかしながらそういう授業はこの遠隔で行うというのは大変難しいことなんですね。細かいことを長い時間かけてじっくりと見ていかなくちゃいけませんから、なかなかこういった YouTube を使った授業でそれを行うことができません。それで少し方針を変えまして、まずその最初の方ですね、少なくとも前期はインド文化とかあるいはインド仏教というものの一番大づかみのエッセンスを皆さんにお伝えし、そこから次第に、細かいあるいはその深い仏教哲学の阿弥陀ルマへと入っていくという、そういう大枠の流れを考えました。これは今まで考えてなかった、去年まではそういうことをやってなかったんですけども、今年は特別ということでそのような形で行うことにいたしました。ですから、今日これ2回目ですけれども、内容としましては、まずその何て言うかな、分かりやすくインドというもの、それからインド文化というものを皆さんにご紹介し、そしてそのインド文化の中からなぜ、仏教という独特の宗教が生まれてきたのかと、そういうお話をします。でそれが済んだら、今度はその仏教をお作りになったお釈迦様、釈迦牟尼ですね、お釈迦様がどのようなことを我々に教えてくださったのかという、言ってみれば仏教の一番大元の考え、本義ですね、それをお伝えすると、そういうことから始めようと思っています。で今日は、とにかくその入り口ですから、一番最初に皆さんにお教えしたいことは何かというと、これはですね、地理的な情報です。つまりインドと言っても頭の中にインドという国のその具体的なイメージが湧いてこないと、他の話が全然入らないんですね。ですからその一番土台となるインドとはどのような地理的な状況にある、つまり世界のどこにどんな形で存在している国なのかということをまず1回目でお話をしようと思ってます。で本来ならばあれですね、こういうことが上手な人たちは、私がお話をしていると下のところにこう何て言うんですか、テロップっていうのかな、ああいうのがパーッと出てきて、綺麗な映像になるんでしょうけれども、私は残念ながらそういうことのできない不器用な人間ですので、めちゃめちゃ手作り感のある形でお話をしようと思って用意をしてまいりました。それがこれなんですね。見えるかしらね。なんとか見てください。でこれやると私の顔が映らないんですが、それはもう仕方がありませんので、もう隠しちゃおうか。これがインドです。これ下の方支えるの大変なんですよ。下にはねお経の本がいっぱい積んであって、その上に乗せて支えてるんで、ちょっと申し訳ないんだけれども、ありがたいといえばありがたい図ですね。はい、それで、下の方に、丸い島がありますね。これが、皆さんもご存知のスリランカという島です。セイロン、昔はセイロンと言ってましたね。今でもここで取れるお茶の名前はスリランカティーとは言わずにセイロンティーと言ったりしますね。でその上にこの本家本元というか大きな巨大なインドという国があります。でこのちょっとなんか指しましょうか。これはこの地図はですね、古代インドの地図ではありません。今現在のこの21世紀の、国の配置を表したものです。しかしこの図の中にインドという国の地理的な特徴がよく表れております。まず見てください。これ三角形をしてますですね。
これはそのなんていうのかな、地球学的に言いますと、ここの大陸は三角形はもともとは別個に離れた島だったんだそうですね。それがいわゆる大陸移動によってどんどんその三角形の島が下からですね、下から上へ上へと上がってきて、もともとここにあった巨大な上の大陸とドーンとぶつかったんだと。そしてその三角形のこの島がね、どんどん上へ上がろうとする。で、上にある大きな大陸は動かないぞと言って頑張ってる。そうすると押し合いになりますから、そのちょうど接点の部分、島の上の部分とそれがぶつかった大きな大陸の下の部分とが押し合い、押しくらまんじゅうになって、そして押された部分がぐっと上へ持ち上がるんですね。で、その持ち上がった部分が有名なヒマラヤ山脈であります。従いまして、この三角形のインドの北のところ、ここで私この波線で書いておきましたが、ここの部分が世界で一番高い山々が連なる世界の屋根とか言われてますが、これがヒマラヤ山脈であります。もちろん有名なエベレストなんかもここにあるわけですね。で、つまりインドという国は三角形をしていて、大きなこれ大陸じゃなくて大陸に突き出してますので、これを亜大陸、大陸のような、ほとんど大陸みたいという、そういう意味で亜大陸というんですね。インド亜大陸に、なっておりまして、その一番てっぺんのところに屋根のように、まさに上にかぶさるようにして巨大な山脈がこう横たわっているという、そういう図形になっております。で、ここにインドがあり、今で言いますとそのインドとそのヒマラヤとの間にネパールという国がある。で、その右側には、ブータンがあります。で、この海に面したところ、ここにバングラデシュ、そしてパキスタン、アフガニスタンと、こう聞いたことのあるような国々がありますね。この辺今でも紛争が起こってて大変なところですけれども、そしてこのヒマラヤ山脈の上のところ、北ですね。北は今では国としては中国になっておりますが、その中国の今は一部になっているこのヒマラヤのちょうど真上の部分、ここがチベットであります。自治区と言われてますね。チベット独自の文化圏であります。こうして、実はインドの周りもこのようにいくつかの国々があって、みんな仲良くしてりゃいいんだけども、そういうわけにもいきません。さまざまな食い違いがあって、いろんな国際紛争も起こっていてね、特にインドとパキスタンなんかすごく仲悪いですね。我々はこれをとても心配して見ているんですけども、ともかくこのような、国々がここにたくさん存在しているというわけです。で、このバングラデシュ、ブータンからさらに、東の方へ行くとどうなるかというと、もうここがミャンマーに入っていきますから、ここから先がいわゆる東南アジアに入っていくわけですね。だからインドと、それからこっちは東南アジアと接している。そしてこちら側はいわゆるパキスタンとかアフガニスタンですから、これはイスラム文化圏ですね。イスラムので、こっち行きますとイランとかイラクといった国に行きますから、まさに中東へと、道がつながっている。だからインドというのはまさにアジアと、それから、ヨーロッパというのかな、中東というのか、その辺、そういった西の国々とのちょうど中間に存在している、不思議な状態にある国なんですね。それでこの、インドのその地政学的な地理的な一番大切な特徴は、先ほど出てきたここにあるヒマラヤ山脈の存在であります。なぜこれが重要なのかといいますと、これは越えられない、人が簡単に越えることができない、つまりここに壁があるということが非常に重要なんですね。で、ここを行き来できないのかと、人は行ったり来たりできないのかというと、そんなことはありません。昔から多くの人たちがこのヒマラヤ山脈の、細いなんていうか低い道をたどってね、低い場所をたどってなんとか向こうへ抜けるというようなことで行ったり来たりはしているんですが、それはあくまでも、少人数の人が苦労して越えるという形でありまして、ここを例えばですね、軍隊を率いて攻め込むとか、あるいは
民族が移動して、大人数がここへ入ってくるとか、そういうことはできないわけです。ですから大きな意味で見て、インドという国は上に蓋がかぶさっている国なんだと、こう思ったらいいですね。でそれは何を意味するかと言いますと、蓋がかぶさっているということは入れないということです。そこを通れないということです。したがってインドとこの上の中国というこの2つの国は地理的にはピシャッとつながっているように見えますけども、実際に移動しようと思うとここは行けないということになるんですね。そうすると例えば中国からインドへ行くにはどうしたらいいんだということになると、どうしますここが行けないんでしょ。行けないでしょ。で行きたいんだと言ったらしょうがない。どっちか通らないといけない。でここは海ですから、海抜ゼロです。でここがヒマラヤ山脈、これ大体8,000メートル級の山が並んでますから、ここが8,000メートルでここが0メートルであるならば、ここからここへのこの間は次第に低くなっていくはずですね。こっちもそうですね。次第に低くなっていくわけです。ですからその低くなって人間が越えられる限界のところがあったら、そこを越えることができるわけですね。ですから、北の地域からインドへ入ろうとすれば、こちらから入るかこちらから入るか、つまり右か左2つの入り口しかないということなんですね。で古代の世界地図、世界の様子を見ますと、こちら側というのは決して大きな文明が栄えていたという場所ではありません。まあ何ていうか同じような農耕民族が住んでいた場所です。それに対してですね、ここの方をこっち通るとね、何があるか分かります？皆さんご存知で、今でいうところのシルクロード、つまりここを抜けて外へ出ますと、ここはユーラシア大陸の大きな交通路がここにあるわけです。したがってここの出口というものが実はインドという国にとっては大変重要な意味を持ってくるわけですね。ここを出たり入ったりするということがインドに入る、インドから出るということを意味するわけです。ですから、古来インドという国は常にここが何て言うかな、心臓部、最も重要な場所なんです。逆に言ったら、もしここを抑えられてしまったら、インドという国全体が外部と遮断されてしまうという意味だから、ここはインドにとっては命綱のような場所であったわけです。皆さんがよくご存知の三蔵法師。三蔵法師っていうのは一人の名前じゃありませんよ。三蔵法師というのは、中国からインドへ行って、そして仏教のお経を持って帰ってくださった人とか、あるいはインドから中国へ渡ってきたインド人とか、ともかく中国に、仏教を伝えるその働きをした人たちを皆まとめて三蔵法師と呼ぶわけなんですが、その中でも一番有名なね、孫悟空の三蔵法師、玄奘という人ですが、玄奘三蔵法師が、孫悟空と猪八戒と沙悟浄を引き連れて、西遊記の旅をした。苦しくて辛い旅はなぜ苦しくて辛かったかというと、それは中国からここを回らなければならなかったからです。実際に実在の人物ですからね、本当に行ったわけですから、孫悟空はいませんけどね、玄奘三蔵法師はちゃんといたわけで、その三蔵法師が、10年以上もかけてこうやってインドへ行ったこの旅というのは、実はここにヒマラヤがあったせいなんですね。もしヒマラヤなかったらすぐ行けますね。ここからシャッシャッとこう行って帰れるんですが、そういかないところが西遊記というお話が生まれてくる土台になるわけですね。で、私がなぜわざわざこんなことを何べも言うかと言いますと、仏教が生まれてきた大元の非常に重要な鍵となるポイントがここしか入れない、こっから文化が入ってくる、ここから何か新しいものが常にインドに入ってくるという、そのことが、仏教が生まれてきたことの大きな原因の一つだからなんですね。はい、また15分になってしまいますから、これで終わります。また次回はこの続きで、
今度は歴史の話をいたしましょう。はい、それじゃあ失礼します。ごきげんよう。